こにですね、こうやってデスク代わり。はい、デスク代わりでこういう感じで、米はもうこの炊飯器のまま食べちゃいます。ちょっとこれを鏡にしたりとかね、たまに鏡にする。部屋なんだけどその山みたいに暮らすみたいなコンセプトでこういう光景はなかなかワンバック同士のワンバック同士のいいね。미니멀 국민 미니멀리스트 여행 작가 박 작가입니다. 누군지 아실까요? 토키마루 씨인데요. 유튜버이시고 이분을 제가 드디어 만났습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. はい、自己紹介お願いします。はい、時丸と言います。で、ミニマリズムの発信を YouTube でしていたりとか、最近自分で本を書いたり、文章を書いたり、映像を作ったり、いろいろやってます。ルームツアーお願いします。お願いします。お願いします。まずここが玄関。はい、玄関ですね。靴は2足。今2足ですね。これはハイキングシューズなんですけど、ゼロドロップのシューズになっていて、高低差がないような。で、結構頑丈なんで山とかも行けるし、ランニング、日常をもう全部これだけでやってます。速乾性もあるんで、雨とかでも全然。日本とアメリカのコラボ。じゃあ日本限定ですね。限定ですね、一応ね。で、これはルナサンダルという、これもベアフットサンダルで、薄さが5ミリくらいで、ランニングできるようなものになっていて、これで最近はランニングしています。最初はちょっと痛いんですけど、慣れれば自然を感じることができて、気持ちよく走ることができるようになりますね。で、これはお香？これそうですね。たまにちょっと来客のある時だけ、線香をでオートミール朝食べてるやつですね。と傘。シックスムーンデザインというかなり軽い傘です。で、同じもの持ってました。さすがです。ここはキッチン。そうですね。一応コンパクトなおもちゃみたいなキッチンなんですけど、はい、日本の小さい部屋はこんな感じですね。大体ね。ミニマリストになったきっかけを教えてください。はい、なったきっかけは仕事を結構しすぎて疲れた時期があって、でその時すごい家の中がごちゃごちゃになったんですね。でカメラマンの仕事をしていて、いろんなとこに旅しながら撮るみたいなことをやってて、ほとんど、僕東京に住んでるんですけど、東京の家に戻らなくなって、だからどんどん家が荒れてって、ただちょうどその時に本と出会ったんですよね、一冊の。ジョシュアとライアンっていうアメリカ人の2人が書いてる、ミニマリズム本にたまたま本屋さんで出会って、でそれを読み始めてからどんどん物が減っていったって感じですね。料理は味噌汁しか作らないです。スープ。米は？米も炊きますね。それを毎日食べる？はい、大体毎日。飽きないですか？そんなに飽きないですね。たまにでもお魚とかも食べたりするんですけど、肉とかもね。でも大体作るものはこの調理器具がこれしかないので、これが鍋でありカップであり、お湯を沸かしたりとか全部これだけで400ミリしか入らないんですけど、1人分のこれでもう味噌汁を作って、でここでもう食べる感じですね。米は？米は一応炊飯器がここにあります。お皿は？お皿はこれを使いますね。これ蓋になってるんですけど、これがそのままお皿になる。米はもうこの炊飯器のまま食べちゃいます。これだいぶエクストリームなんですけど、だいぶちょっと悪い感じなんですけど、1回分を炊いて、これでご飯食べながら、ここはお味噌汁みたいな、そういうスタイルですね。なるほど。これ衝撃ですね。はい。食器類はもうこれだけでやっていて、僕がそのアウトドアをやってるので、結構そのハイキングとかアウトドアからインスピレーションを受けて、部屋なんだけどその山みたいに暮らすみたいなコンセプトでこの大体2つですね。マグカップとカップだけでやっていますね。苦にならないですか？慣れるようになりましたね。カトラリー系がこのフォークとスプーンが合体してるようなスポークっていう一石二鳥のミニマルアイテムですね。これもねちっちゃくてこういう風に、はい、面白い。でこれがもう一つのマグカップはこれはチタンじゃないんだ。これだけ唯一アウトドアじゃないんですけど、なんかこれ60年前のものでメンタル的なちょっと気持ち的なお気に入りアイテムとして飲んでると気分が良くなるんで、これは減らさずに、いつも動画の中とかでも使ってる。山行く時は？山行く時は持っていかないですね。山はもうこれだけですね。
お玉とかしゃもじとかはいらないですか？今だからカップがちっちゃいのでお玉が入んないんですよそうだから昔大きな、広い家に住んでた時は、鍋とか、フライパンとか持ってたんで、その時はやっぱりお玉とか使って料理してたんですけど、カップがちっちゃくなったから今全然もう入らないんで意味がない。しゃもじもいらない。しゃもじもいらない。はい。もうそのまま直でこの釜からご飯食べてるので野蛮なんですけどこれは、はい、でも米は諦められない。米はそうですね、やっぱり体も楽だし、玄米を食べてるんですけど、白米は食べないようにしてるんですか？白米は最近家ではほとんど食べないですね。雑穀を食べたり。そうですね、雑穀にしたりとか、あと玄米 100%、ただ玄米だけで食べたり。玄米 100%？ はい、玄米 100% です。僕もどっちかというと玄米 100% 派です。そうですか。はい、玄米10割。10割です。僕も10割です。あとは、洗剤とオリーブオイルですね、これね。オリーブオイル。はい。オリーブオイルが好きで。とアボカド。アボカドを、カットするナイフは？さっきの包丁持ってないんでこれだけなんですよ。ここにナイフがあって、こういうおもちゃみたいな。これで網ナイフ。切ってパカッと、やってます。僕はこれ手で皮むいてそのまま食べます。手でいけるんですか？はい。僕切ったことないんですよ。外食の代わりにスーパーでこれ2個買って。一緒ですね。やっぱいいですよね、これね。いいですね。栄養価も高いし必須です。アボカドは。ここはバスルームですね。はい。ちょっとこんな感じに、普通のユニット、ちょっと汚いんですけども、ユニットバスになってますね。置いてあるのは、日焼け止めと歯ブラシセットとフロスですね。クレンジングオイル。しかも韓国のこれブランドです。でなんかお試し品をもらったので、韓国のコスメを使って、ちょっと読み方わかんないんですけど、シャンプーはもうなしで、だいたい湯シャンですね。お湯だけで。はい。実は僕もユーシャンです。一緒ですね、やっぱり。ちなみに人からもらったものはどうしますか？もらうことが最近あんまりなくなってきてて、でパクさんみたいにこういう食べ物とか、僕は多分ミニマリストってことがだいぶ分かってきたので、物をくれる人はあんまり少なくなりましたね。かなり物が少ないミニマリストだと思いますが、ここまで物を減らされた理由ってありますか？最初は多かったんですけど、だんだんやっぱ物が減ってきて、で物が減ってくると狭い部屋で住めるなと思うようになって、だんだん部屋のサイズもちっちゃくなっていって、で一時期この部屋に来る前とかは、小屋みたいなとこで稲葉物置、稲葉物置で暮らすことにも挑戦したりとか、でなんかそれはちょっと面白くなってきて、ちょっと少ないものとか減らすっていうことが、でなんかそれがちょっとエスカレートしちゃって今の状態になってるっていう感じですね。一回ちょっとガクッと減った時があって、40個ぐらいになった時あったんですよ、持ち物が。でそこから今ちょっと増えて、ちょうどその最適なバランスになってるので、少水性。そうですね、少数性みたいな、ちょうどバランスはいいかなと。大変じゃないですか、これでやりくりするの。なんか大変な時もあるんですけど、もう結構長く10年近くになるんで、慣れてしまって、逆にその少ないのが心地いいっていうか、迷わないし、なるほど、空間も広く使えるし、だからそんなに困ることは今はないですね。この洗濯機は備え付けですか？これは私が買ったもので、ここに部屋に入ってからこの2つは買いましたね。炊飯器と、洗濯機。これはネスカフェゴールドブレンドですね。コーヒーへのこだわりはないですか？コーヒーはもともとずっと好きで、ドリップコーヒーみたいなものをやってたんですけど、なんか面倒くさくなっちゃって、で結構道具も増えるじゃないですか。でこれだともうお湯沸かしてただこれ入れるだけですぐ作れるんで、なんか味はそんなにって感じなんですけど、コーヒーっぽい雰囲気を味わえるんで、手軽にでどこでも世界中で買えるじゃないですか。どこでも手に入りやすいのと、味が安定しているっていうので気に入って、飲んでいます。これクローゼットが一応これ備え付けでありまして、ここに大体服をに入れてますね。この一応上着ジャケットが2つ今。これ冬用の、で山とかにも持っていくんですけど、アークテリクスのレインジャケット、これもヒアネスという日本のブランドなんですけど、普段着たりとか、このまま山持って行ったりしています。ダウンは
ダウン。ダウン持ってないですか？ダウン持ってないです。これがもうダウンを兼ねてるので、アークのジャケットがもうこれだけで、で本当に寒い時なんかはこの上からこのレインジャケットを重ねます。服はですね、上がウールのスウェットですね。冬は暖かいし、ちょっと暑い時は少しこう外に逃がしてくれるような感じなので、蒸れないんだ。はい。でこのパンツが大和道のアウトドア用のパンツで、もうこればっかり履いてますね。半袖とか半ズボンを持ってないですか？あ、半袖持ってます。この下に T シャツを着てて、一応重ね着で2枚 T シャツは持ってるんですけど、はい、T シャツは代わりばんこに着て、で洗濯をして干すっていう。ズボンはそうですね、もう一つここにショーツが入ってるんですけど、バックパックの中にショーツが入ってる。참고로 옆에 있는 가방은 제 겁니다. これインナーがついてるんで、こういう風な。なので、特に下着はいらない。はい、下着なしでも着れるような、まあランニングパンツですね、ランニングショーツですね。でもまあ山も使えるし、パジャマにもなるし、そんな感じでもこれはだから旅にも使えるし、はい。靴下は持ってますか？2足ですね。はい。と下着は？下着は今1つ。はい、はい、今履いてるですね。下着洗ってる間はどうしますか？洗ってる間はさっきのショーツを着ます。洗濯はどこに干しますか？ここの辺に干します。物干し竿は？物干し竿はないですね。ない？持ってないです。もうその辺に適当にかける。はい、この辺にかける。乾きます？乾きます、乾きます。でも窓全開にして。旅をされる理由ってありますか？まあもともと文化人類学をやっていて、人類学の特徴というのがやっぱりそのフィールドワークっていうものがあって、でそれはその理論だけではなくて、やっぱりその現場を見る、実際に住んでみて、でその中で生活の中から文化から人間とは何かっていうのをまあ考える学問なんですけど、だからやっぱそのフィールドワークっていうのが基本的にその旅することとやっぱすごく深くつながっていて、カルチャーショックもそうですよね。なんかいつもやってることが他の国に行けばそれはもう全く危なかったりとかダメだったりとかっていうルールもあったりとか、違う捉え方をされたりとか。カルチャーショックを恐れることはないですか？だからそれがなくなりましたね。最初はやっぱりいろんな経験をしていろんな国でびっくりしたことはあるんですけど、だからそういうのがやっぱりなくなってくるし、でなんかよりその理解が深まったりとか、なんか自分の、生活とか人生のためにもなってるなと思いますね、旅は。あとはドライヤーを持ってて、ドライヤーは僕ちょっとないあれも試したんですけど、長くなる時があったりして髪の毛が、そうなると乾きにくかったりとか、であんまりそのシャンプーを使わないんで、やっぱちょっとこうドライヤーがあった方が仕上がりが良くなるんで、ちょっとね重くて手放したいんですけど、ずっとあるって感じ。もう10年ぐらいこれ使ってます。僕も最近買いました。ずっとなかったですけど、最近増やしたものがドライヤーです。ここ山に持っていくような食事みたいなもんですね。でこれは一応その防災アイテムも兼ねていて、やっぱり日本って結構地震が多いので、緊急の時も食べられるし、2030年まで大丈夫です。はい、上はちょっとソープ、石鹸ですね。あとは歯ブラシのストックですね。そう、僕この歯ブラシが好きで、サイズと硬さがちょうどよくて、で品質も高いです。で結構歯医者さんのプロがよく勧めていて、で僕も最初その歯医者さんに言われて使い始めて、もう気に入ってもうこれを買っていますね。普通にスーパーとかで売ってます？で最近売ってなくて、ネットで買ってるんですけど、4つか5個入りなんですよ。だからどうしてもまとめてきちゃうんで、本当は1個だけにしたいんですけど、一応ストックが。いくらぐらいしますか？これでも普通に1本200円とか300円とか。あとはここに鼻毛もできるし、こうひげ切ったりとか、あと髪の毛とかもちょっとこれで自分でやったりとか。あとはその僕ハサミを持ってないので、これでそのなんか切るものがあったらそういうのにも使います。美容院は行かないですか？美容院は行きますね。ひげ剃り。これもたまにトリミングしたりとかで使いますね。フォームが泡が好きで結構これやっぱ気持ちいいんですよ。あとは爪切り。はい。そんな感じですね。はい。で鏡は？鏡はないですね。鏡はさっきはバスルームに一つ鏡があるのと、なんでそれでやってるのと、あとはこのキッチンがですね、ここちょっとこう汚いんだけど、ちょっと映るんですよ。でここでちょっとこれを鏡にしたりとかね、たまにやってますね。はい。でこっちが、これが私の寝具です。これだけ？はい、これだけです。エクストリームミニマリストの悪い点があったら教えてください。悪い点は、
人からはい変だと思われるっていう、うんまあそれくらいよくありますですかね。変人とか変人変わり者。例えばさっきもハサミちっちゃいのしかなかったけど、やっぱこう大きいちゃんと切れるやつがないとっていうのが発生した時にちょっと借りに行くとか、そういうとこはちょっと失礼かなとは、まあ困るかなとは思うんですけど。韓国にも役場で借りられるんですよ。役場で借りれるんですね。トンカチとか、それいいですね。ノコギリとか、こ借りにしょっちゅう行ってます。それはいいですね。自分で持たなくていい。はい。電動ドリルも貸してくれます。ドリルまで。はい。それは素晴らしい。素晴らしい。マットレスですね。まずこの三つ折りの。でこれを使ってるのと、布団はもうこれだけです。寝袋。はい、寝袋です。これキルトなんですけど、掛け布団として使えるんで。夏暑くないですか？夏ちょっと暑いですね。なんで夏はもうなしで。なしで。ちょっとこう足にかけるぐらいの感じで。マットレスがない時期もありました？マットレスがない時期もありました。ヨガマット僕持ってるんですけど、ヨガマットで寝てたりとか引いてこれを上にかけるみたいな時期もそれはなんでやめたんですか？けど、それやっぱり体が痛くなってだいぶ。でなんか若い時大丈夫だったんですけど、年齢が上がってくるとだいぶこう痛くなってきて、で、これあった方がやっぱりその眠りが質が上がるので、バックパックです。で1つだけ、1個だけですね。ショルダーバッグもうなしですね。サコッシュは？サコッシュもなし。これだけ。昔はサコッシュも使ってたんですけど、僕結構カメラで撮影したりすることが多いんで、こう渋滞するんですよね、この辺。なるほど。めっちゃわかります。それが嫌になって、もう今これだけで。はい。僕は普段使ってる機材ですね。機材のこだわりってありますか？もともとカメラマンやってたんで、いろいろ使ってきたんですけど、やっぱなるべく軽くて、でもちゃんとしっかり画質はよく 4K が撮れるみたいなところ。ノートパソコンは？パソコンはこの中に1台あります。これ Mac の普段使ってる、本とか書いてるんですけど、あらゆることをこれ1台で M4 Pro ですかね。いや結構高いですよね。いや最近上がってるんですよ。結構50万ぐらい近く。でも快適ですね。もうサクサクですね。サクサクで。外付けのドライブもいらないんで、2テラ入れてると勉強になります。エクストリームミニマリストとして良い点。家の中にやっぱ何もなかったりすると、こう外に出るきっかけになったりとか、無駄に出費がかさんだりはしないですか？重なる時もあるんですけど、でも例えばその旅に出るとか、もう楽だし、で引っ越しも本当にもう1日もかからないというか、もう30分でパッキングしてそのまま持っていけるんで、物が少ないと自分のやることに集中できるっていう、他にこう気が散らないので、やることを優先度が高いことをやるっていうところに向かえるので、そういうところはいいことかなと思いますね。エクストリームミニマリストとして大変な点ってありますか？今のところないですね。もう長くやってますけど。逆に快適。快適ですね。家で物を探すことってありますか？もうほとんどないです。ここに大体全部入ってるのと、あとはさっきの置き場所も全部決まってるんで、定位置が決まってる。定位置決まってるんで、なくすことはないですね。もうね最近。ミニマリストの良い点ですよね。良い点だと思います。それはやっぱり数が少ないと、なくなった時にもすぐ分かるし、どこに置き忘れたなみたいなのを追えるじゃないですか。やっぱり物が多い人ってそれをなくしたことが分かんない、なくしたことさえ分からないっていうパターンが多いと思うんで、だからやっぱ少ないとそのなくすことはやっぱね少なくなるから、そこは利点だとは思いますね。デスクってないんじゃないですか？デスクないですね。どうやって執筆活動されてますか？だいたいこうやってここにですね、こうやってデスク代わり。デスク代わりでこういう感じで、座らないですか？基本やっぱ疲れるんで、座る時は今度こう来て、でこうこれが座りスタイル。前はデスクありましたよね。前はありましたね。折りたたみのやつ持ってたんですけど、そろそろこの家を引っ越すんですけど、それもあってちょっと先に手放して、で今2週間ぐらい机と椅子がない生活を。どうですか？やっぱりあった方がいいですね。テーブルと椅子はあった方がいいっていうのが結論です。ここってちなみに何畳ですか？多分5畳とか6畳とかのワンルームですね。減らしたいのであれば、やっぱりちゃんと減らさないと減らないよっていうのは
ありますよね。うん、甘くないというか、長くやっぱやっていかないとはいはい分かんないこともあるんで、体力もいりますよね。体力もいると思います。だから逆にそのものがないってことは自分の、まあ、今もその座ってますけど、普通だったらね椅子とかに座って対談した方が楽ですよね。でもそれをやっぱこの座るっていうのは結構きついですよね。足しびれてます。足もしびれるし、体幹も使うし、でお尻も痛くなるし、だから結構修行みたいなところが。다음 질문은 제가 너무나 궁금했고 가장 물어보고 싶었던 질문입니다. 物を数える理由ってありますか？やっぱり自分の持ち物を把握することによって、よりそのものに意識的になるっていうところが結構大きいですね。例えば多いと100個とか200個とかって数えるの大変じゃないですか。大変ですね。それを数えられるようにするっていうところがまず自然と自分の持ち物を減らす動機とかモチベーションになる。あとはYouTube とかもやってるので分かりやすさみたいなところも一つのテーマとしてはあります。僕が数える理由は自分をコントロールするためです。結構これに関しては批判的な声も多くて、それはミニマリズムじゃないとか、それに対してはどう思いますか？いや僕はでもやっぱ数える方がさっき言ったように被ってるものを見つけられたりとか、他の使い方ができるんじゃないかとか、なんかそういうこのアイデアも出てくるので、なんかそこのきっかけになるんで、数えることは結構よりクリエイティブにもなるし、減らすこともなるから、なんかいいんじゃないかなと思ってますね。ミニマリストになりたい人って数えた方がいいですか？いやでもどうでしょうね。向き不向きある。向き不向きあるし、やっぱ人によってもうちょっとその緩くミニマリズムやりたいって人もいると思うんで、無理しなくてもいいかなと思いますね。数えるって楽しいですよね。そうですね。楽しいですよね。めっちゃ楽しいです。わかります。数える基準ってありますか？前はちゃんと一個一個全部数えてたりしたんですけど、このカメラであれば例えばカメラとレンズでこれで1個2個にしてます。ただこの電池とかねやっぱあるんで、これも最初は数えてたんですけどでも SD カードはSD もだから最近は数えてなくて、もうこの中に入ってるんで1個2個っていうふうな、でレンズはでもやっぱりそのいろんな交換ができるから別物として捉えて1、2で一緒です、やってます。そんな基準をちょっと独自ルールというか、なんか人には理解されないようなルールも、いや僕めっちゃ理解しますよ。あるかもしれないですね。めっちゃわかる。エキストリームミニマリストになってからやめた習慣ってありますか？習慣ですね。だからその人と比べるのをやめたりとか、あとはそのアプリとか、スマホに入れてる SNS のアプリを入れなくなって、それをやめるとその人と比べたりすることがやっぱりなくなるので、他の人の投稿とかを見ないと。だからそれはスマートフォンをなるべく使わない、モノクロに今してるんですよ。色モノクロで使ってて。でもやっぱり発信する側じゃないですか。その時やっぱ結構大変で、発信する時だけもう一回ダウンロードしてみたいな感じを。何を？アプリを。YouTube を。YouTube は入れてないです。で例えばインスタグラムとか。ちょっと待って。YouTuber じゃないですか。YouTuber なのにスマホに YouTube のアプリが入ってない。入ってないです。もう一回言ってください。YouTube のアプリをスマートフォンに入れてないです。YouTuber なのに。コメントはだからもう PC の時確認するのと、あとは今僕週に1回ラジオをやってるんですけど、水曜日に。その時はやっぱりそのコメントを読み上げたりするので、その時だけ YouTube の見る側じゃない、スタジオの方のアプリをダウンロードして、ラジオの収録が終わったら消すってことをやっています。マジか。それがやっぱり入ってるとどうしてもその気になったりとか、でコメント気になったりとか、その再生回数が気になったりとか、意識の中に考えてるんですよ、裏側で。でもそのアプリを消してしまえば、もう自分の今度じゃ次の作品とか、次の動画とか、あと次やりたいこととかに向かうことができるので、アプリを消すのは結構役立ってますね。最後にミニマリストを目指す人へのアドバイスは？やっぱ自分のペースでやってくださいっていうことですかね。どうしても楽しめない、辛いっていう時はミニマリストをやめてもらってもいいかもしれないですよね。一回ね。多分合わない人もいるので、やっぱりその物が少ないこととか、逆にその多い方が落ち着くとか、やっぱそれ人のね生まれてきた環境とか、物で幸せを感じるとか、もうやっぱそれもあるので、だからそれはそれで全然 OK で、だったらその中でできることをやっていくみたいな感じがいいんじゃないかなと思いますね。자, 이렇게 해서 미니멀리스트 토키마루 씨를 만나서 이야기를 들어봤고요.
처음 만났는데도 불구하고 저와 겹치는 부분과 공통점이 많아서 굉장히 놀라면서 대화를 했습니다. 다음에 또 다른 미니멀 이야기로 소식 전하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. ありがとうございます。ありがとうございました。以上です。うわうわいやすごいしっかり。大丈夫そうでした。今もう完璧です。よかったよかった。面白い。